れは何の意味？動機なんで、動機。映像の同じところを合わせるための。それで一気に一緒にって感じなんですか？ありがとうございます。ギョギョー、さかなクンです。さかなクンチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。今回はさかなクンの大好きな漫画3つを挙げさせていただきたいと思います。さかなクンも漫画大好きです。ちっちゃい時から結構たくさんの漫画を読んでいました。兄も漫画大好きでしたのでよく単行本集めていました。兄は、何を読んでたんだろう。三国志、水滸伝、結構なんか難しそうな。一つ下のいとこはドラゴンボールを全巻揃えてて借りて読んでました。ドラえもん、ドラゴンボール、あられちゃん、いっぱい読んでました。その中でも特に思い出深い3つを挙げさせていただきたいと思います。何でしょう？魚にちなむのかな？一つ目はですね、カエルちゃんがシャツに一心同体となったど根性ガエル。ど根性ガエルですね。吉澤康美先生のど根性ガエルも大好きで、ひろしくんとカエルのぴょん吉くんが時には喧嘩したり、時には共に涙し、毎日同じご飯を食べ恋もして、こんな二人の暮らしっていいなと思ったら頭にハコフグちゃんになったんですね。これは奇跡のような偶然です。特にそうですね、好きだったキャラがいるんですよね。こちらがギョリライモさんですね。ガキ大将的な存在ですよね。とギョリライモさんの古文、こんなだったかな、こんな絵で描くの初めてだから全然違うかもしれない。モグラさんなんですね。でモグラ、先に偵察してこいとギョリライモさんの、指示があると「分かりました兄貴」って感じでまさに地面掘ってっちゃうんですね。で地面掘ってっちゃって「兄貴ここには何がありますぜ」みたいな感じでですね、なんていうか師弟関係というんでしょうか、それがなんかもうすごい楽しくて読んでました。全然違ったかな、こんな顔だっていうの気がするんですけどはい。2つ目はドクタースランプあられちゃん。もう大好きで、特にドクターマシルト博士がキャラメルマンをシリーズ化でたくさん作られて、敵キャラっていうんでしょうか、敵キャラがすごい面白いなと思ってワクワクして読んでました。最後は確かドクターマシルト博士自身がキャラメルマンになってしまったような記憶なんですけど、すごいなんか衝撃的でしたね。あとガッチャンがですね、ガッチャンが鉄みたいの何でも食べちゃって卵を産んだんですけど、卵あれさなぎなんかどんどん増えていくんですよね。で確か最終的に9匹ぐらいなんでしたっけ、あれうろ覚えでごめんなさい。猫ちゃんだよってこんなですかね。で頭のてっぺんがお尻みたいになってて、そのすぐ近くに鼻の穴があるんでプーっておならすると「臭いだがや!」みたいな感じで世界征服を企んでいるという、このお二方のやり取りが大好きで、あとあられちゃんが毎回おまわりさんのミニパトカーを吹っ飛ばすというシーンも大好きですね。嬉しかったのはドラゴンボールで悟空さんがですね、朝鮮とかの戦ってる時にペンギン村まで行って、でペンギン村であられちゃんがレッドリボン軍と倒しちゃうっていうようなシーンが、鳥山明先生の世界がこうやって全部つながってんだって思ってすごい嬉しかったですね。すごい壮大なスケール感で、やっぱりなんかど根性ガエルにしてもドクタースランプあられちゃんにしても大自然もさらりとこう表現されているところがすごい好きですね。でキャラクターがみんな個性豊かなので、お魚の世界も種の多様性があっての魚の世界ですので、やっぱりなんか多種多様なキャラクターのきらめきがいいなと。自分もあられちゃん見てて黒縁眼鏡いいなと思って、やっぱり黒縁眼鏡憧れましたね。で当時小学生の友達が結構黒縁眼鏡かけてる友達多かったですね。はい。そして最後の一つはこれはですね、タイトル「しあわせさん
幸せさん、ご存知ですか？あまりご存知じゃないと思います。これですね、1971年とか、実は私まだ生まれてない時に単行本になったみたいなんですね。で、後にこれがですね、およねこブーニャン、タイトル変わったんですね。これ市川美佐子先生の、作品で、主役はちょっと猫っぽくないですけど、猫のブーニャンというですね、ちょっとあれ獅子丸みたいになっちゃった藤子不二雄先生の獅子丸さんにちょっと似てきちゃったんですけど、お芋が大好物で、ふかし芋をですね、こうやって食べるんですね。で、捨て猫なんですけど、ゆで竹に迷い込んで家族としてですね、はちゃめちゃな毎日を繰り広げるという、幸せさんのタイトルがゆえにすごい幸せな話かと思うと、実は一番最初の第一巻ではブーニャンはですね、本当猫の目してて結構怖いんですね。で、包丁研いだりですね、拾ってとかですね、芋くれとか、なんかこう看板を掲げるような感じで、最初とってもシュールでですね、ゆでたけに恨みこそ買ってるぐらいの感じでですね、包丁研いだりですね、フフフフとかですね、結構怖いんですね。やっぱりだんだん作者の先生がキャラクターに愛情がこう深くなってくると、だんだん可愛くなってくるのかななんて感じで読んでました。はい。さかなクン的に特に好きだったキャラクターは、全身黒ずくめの忍者なんですけど、若今日はこういう日程でギョざるとかですね、マロンさんのボディーガードですね。はい。すごい大好きだったんで、単行本を電車の中でも読んでたんですね。それともう女子高生さんとかがあの子少女漫画読んでるとかですね、すごいからかわれてですね、少女漫画だったんですね。じゃあなんで読んでたかというと、母の妹、私にとってのおばがこの本を持ってまして、貸してもらって読んだら面白いと思って、で自分でも買うようになって読んでました。で、後にアニメ化して、ブーニャンの声はなんと偉大な声優様、神谷明様が渋いお声でブーニャンされてたんですね。ふふふふって。そっか、タッチブーニャンちゃんのこの顔とかも、なんか後でエビスダイちゃんに見えたり、カエルウオちゃんに見えたり、なんかちょっとお魚っぽい感じもしますね。もしかしたら今の私の絵にも結びついてるような気がしてきました。市川美佐子先生、ありがとうございます。ギャギャギャ。こんなだったかな。なんかいざ書こうと思うと鮮明に思い出せない。ど根性ガエルの主人公、ぴょん吉くんとひろしくん、こんな感じですよね。ちょっとお魚に例えてみました。ギョギョ。これはひろしくんは、いつもサングラスを頭に乗っけてます。ですのでお目目がちょっとこう4つにも見えますので、お目目が4つあるように見える魚、親にらみちゃんです。あとぴょん吉くんの方はカエルさんですので、まさにそのままカエル王ちゃんですね。はい、親にらみちゃんとカエル王ちゃんで、書かせていただきました。一心同体にはならないかな、淡水魚と海水魚なんで、はい、ぜひともチャンネルのご登録もお願いいたします。ギョギョギョ。